太陽系最果ての青い巨人、海王星のすべて。第一章プロローグ。太陽系の深淵に浮かぶ青い影。太陽系の最も外側、暗く冷たい宇宙の果てに、ひときわ異彩を放つ青い惑星が存在する。それが第8惑星、海王星だ。地球から海王星までの距離はおよそ45億キロメートル。光の速さをもってしても約4時間。探査機が到達するには10年以上の年月を要する極限の領域である。見上げる空に輝く太陽も海王星から見ればただの眩しい一粒の点に過ぎず、その光量は地球の900分の1にも満たない。永遠の白明とマイナス200度を超える極寒に包まれたこの世界は、一見すると静寂に満ちた美しい宝石のように見える。しかしその素顔は太陽系で最も猛烈な風が吹き荒れる粗暴極まりない氷の巨人だ。なぜ海王星はこれほどまでに鮮やかな青色をしているのか。なぜ太陽から最も遠く離れているにもかかわらず激しい大気活動が存在するのか。そしてかつてこの惑星を訪れた探査機が目撃した驚くべき光景とは何だったのか。今回は未だ多くの謎に包まれた太陽系の最果て、海王星の真実に迫っていく。第2章基本スペック。氷の巨人のスケール。まずは海王星という惑星の基本的なプロフィールを整理しておこう。海王星の直径は約 49,244km、地球の約4倍の大きさであり、木星、土星、天王星に次いで太陽系で4番目に大きい惑星だ。質量は地球の約17倍。一見すると巨大ガス惑星である木星や土星と似ているように思えるが、その分類は異なる。かつて木星や土星とともに巨大ガス惑星、ガスジャイアントと一括りにされていた海王星だが、現在では天王星とともに天王星型惑星、あるいは巨大氷惑星アイスジャイアントという独自のカテゴリーに分類されている。その理由は構成物質の違いにある。木星や土星が主に水素やヘリウムといった軽ガスでできているのに対し、海王星の質量の大部分は水、アンモニア、メタンといった氷によって占められているからだ。海王星の公転周期は約165年。つまり海王星にとっての1年は地球における165年に相当する。1846年に発見されてから海王星が太陽の周りをちょうど一周したのは2011年のことだった。発見以来、人類の歴史の中で海王星はまだ太陽を一周と少ししか巡っていないのだ。一方で自転周期は約16時間と非常に速い。この高速な自転が口述する強烈な大気循環や風を生み出す原動力の一つとなっている。第3章魅惑の青。
深海を思わせる色と成分。海洋性の写真を見て誰もが目を奪われるのが、その吸い込まれるような深い青色だ。隣を公転する天王星も青緑色をしているが、海洋性の青はさらに濃く鮮やかである。この鮮やかな青色の正体は、大気の上層に存在するメタンガスだ。海洋性の大気は約 80% の水素、19% のヘリウム、そして約 1.5% のメタンで構成されている。太陽光が大気に入射すると、メタンガスは光の波長のうち赤色の光を強く吸収する性質を持つ。その結果、吸収されずに散乱された青い光だけが私たちの目に届き、あの神秘的な青色を作り出しているのだ。しかし、ここで一つの疑問が生じる。大気中のメタンの割合は、隣の天王星とそれほど大きく変わらない。それにもかかわらず、なぜ海洋性の方がより濃い青色をしているのか。長年、天文学者を悩ませてきたこの謎に対し、近年の研究では新たな仮説が提示されている。それは大気中に漂うもや状の微粒子の厚さの違いだ。天王星は大気が停滞しており、漂うもやが厚く蓄積しているため、全体的に白っぽく霞んだ青緑色に見える。一方、海洋星は大気の運動が極めて活発であるため、このもやが激しい上下運動によって効率よく洗い出され、大気層が薄く保たれている。結果として、より深層にあるメタンのクリアな青がそのまま透けて見えるのだと考えられている。宇宙の暗闇に浮かぶその姿は、まさにローマ神話における海の神ネプテューンの名にふさわしい。第4章、気象の狂気。太陽系最速の超巨大風。海洋星の静かな美しさに騙されてはならない。その内部では、地球の常識をはるかに超えた狂乱の気象現象が繰り広げられている。海洋星で観測される最大の脅威、それは風速だ。海洋星の大気中では、時速約 2100km、秒速に換算すると約580メートルに達する超音速の風が吹いている。地球上で観測された最大瞬間風速が秒速90メートル程度であることを考えれば、この数値がいかに異常かがわかるだろう。地球の音速、時速約1200キロをもはるかに超える風が惑星全体を駆け巡っているのだ。これは太陽系で観測された最速の風である。さらに海洋星表面には時折巨大な嵐の渦が出現する。1989年、無人探査機ボイジャー2号が海洋星に接近した際、南半球に地球が丸ごとすっぽり収まるほど巨大な黒い斑点を発見した。これが大暗斑 Great Dark Spot だ。木星の大赤斑と同様の高気圧性の巨大斑気線、巨大な嵐であり、周辺には白いメタンの結晶でできた巻雲が浮かんでいた。しかし、この嵐には
木星とは異なる奇妙な特徴があった。1994年、ハッブル宇宙望遠鏡が再び海王星を観測した際、ボイジャーが捉えた大暗斑は影も形も消え失せていたのだ。そして数年後には、今度は北半球に新たな暗斑が出現した。海王星の嵐は数百年以上持続する木星の大赤斑とは異なり、数年から数十年単位で発生と消滅、移動を繰り返す動的なシステムなのである。第5章、解けない謎。内部熱源とダイヤモンドの雨。ここで天文学における最も大きな謎の一つが持ち上がる。太陽から最も遠く、受け取る熱量が極めて少ない海王星で、なぜこれほど激しいエネルギー運動が可能なのか。海王星が太陽から受けるエネルギーは、木星の20分の1以下、地球の1000分の1以下に過ぎない。太陽光エネルギーだけでは、秒速500メートルを超える風や巨大な嵐を駆動させることは到底不可能なのだ。その答えは海王星の内部にある。観測によると、海王星は太陽から受け取る熱量の約 2.6 倍ものエネルギーを内部から宇宙空間へと放射している。つまり海王星は自ら膨大な熱を作り出しているのだ。なぜこれほどの熱を保持しているのかについてはいくつかの仮説が存在する。一つは45億年前の惑星形成時に閉じ込められた熱、原子熱が今なお内部に大量に残っているという説。もう一つは内部で重い物質が沈み込み、軽質物質が上昇する際の摩擦熱や重力エネルギーという説だ。そしてもう一つ、非常にロマンティックかつ科学的な現象が内部熱に関わっていると考えられている。それがダイヤモンドの雨だ。海王星のマントル深部は数千度という高温と数百万気圧という想像を絶する超高圧の世界だ。そこでは大気から沈殿してきたメタンが分解され、炭素原子同士が強固に結合してダイヤモンドの結晶へと変化する。生成されたダイヤモンドの粒は重力に従ってマントル内を数千キロメートルにわたって雨のように降り注ぎ、中心部のコア、岩石核の周りに堆積していく。このダイヤモンドの雨が沈降する際に生じる摩擦熱が海王星の内部熱源の一部になっているのではないかと推測されているのだ。最果ての惑星の深層にはダイヤモンドでできた膨大な層が眠っているのかもしれない。第6章、発見のドラマ。数学が予言した不気味な惑星。海王星の発見者は天文学の歴史において極めて得意であり、科学の勝利と称される美しいドラマに満ちている。なぜなら海王星は望遠鏡で偶然見つけられたのではなく、数学の計算によって存在が予言され、その通りに発見された最初の惑星だからだ。話は1781年、ウィリアム・ハーシェルによる天王星の発見に遡る。天王星が発見された後、世界中の天文学者が
その軌道を詳細に計算し、観測を続けた。しかし、どれだけ精密に計算しても、実際の天王星の動きは、ニュートン力学の予測からわずかにズレが生じた。天王星は計算された軌道よりも早く動いたり、遅くなったりしていたのだ。この異常を説明するために、一つの仮説が立てられた。天王星のさらに外側に未知の巨大惑星が存在し、その重力で天王星の軌道を引っ張っているのではないか。1840年代、二人の若い数学者が独立してこの難問に挑んだ。イギリスのジョン・クーチ・アダムスとフランスのウルヴァン・ルヴェリエだ。二人は鉛筆と紙だけを使い、天王星の軌道の乱れから未知の惑星の質量、軌道、そして今どの位置に見えるはずかを割り出すという凄まじい計算を行った。1846年9月23日、ルヴェリエからの手紙を受け取ったベルリン天文台のヨハン・ガレは、指示された夜空の座標に望遠鏡を向けた。するとそこには、計算された位置からわずか1度足らず、満月の直径2個分ほどしか離れていない場所に、星図にない青い点が存在していた。こうして海王星は発見された。ルヴェリエの予言は完全的中したのだ。この快挙は、指先のペン先から新しい惑星が発見されたと称賛され、万有引力の法則と天体力学の絶対的な正しさを世界に証明することとなった。第7章、歪んだ磁場と不完全な輪。海王星の異質さは、その構造や磁場にも現れている。地球や木星の磁場は、惑星の回転軸、自転軸とほぼ一致しており、惑星の中心から発生している。しかし、海王星の磁場は大きく歪んでいる。海王星の磁気軸は、自転軸に対して約47度も傾いており、さらに磁場の発生源、磁気中心が惑星の中心から半径の半分以上もずれた場所にあるのだ。なぜこれほど傾き、偏った磁場が存在するのか。その原因は内部構造にあると考えられている。海王星の磁場は、中心の金属コアではなく、マントル層にある水、アンモニア、メタンの電気伝導性を持つ加熱流体、イオン化した氷の海の対流によって生じている。薄い外殻部分で動的に磁場が作られるため、このように非対称で複雑な形態になると推測されているのだ。また、海王星には輪、リングが存在する。土星のような華やかさはないが、海王星の周りには少なくとも5本の主要な輪が取り巻いている。海王星の輪の最大の特徴は、物質が一様に分布しておらず、部分的に密度が濃いアーク、弧状の構造をしている点だ。本来なら、時間の経過とともに粒子は輪全体に均一に広がるはずだ。これが維持されている理由は、近くを公転する小さな衛星ガラテアなどの重力が絶妙なバランスで粒子を閉じ込めている羊飼い衛星の効果によるものだと考えられている。
第8章、異端の衛星トリトン、捕獲された死の世界。海王星には現在16個の衛星が確認されている。その中で群を抜いて巨大であり、異彩を放っているのが第一衛星トリトンだ。ギリシャ神話の海の神トリトンに名を由来するこの天体は直径約 2700km、 海王星の全衛星の質量の実に 99.5% 以上を一体で占めている。しかしこのトリトンには太陽系の大型衛星の中で唯一無二の特徴がある。それは逆光軌道だ。トリトンは母惑星である海王星の自転方向とは完全に対逆方向に公転している。太陽系の通常の衛星は惑星が形成された際、ディスクから一緒に生まれたため自転と同じ方向に回る。逆行しているということは、トリトンが海王星の傍らで生まれたのではなく、外部からやってきて海王星の強い重力に捕獲されたことを意味する。かつてトリトンは冥王星などと同様に太陽系外縁部に広がるエッジワース・カイパーベルトに漂う独立した小惑星、準惑星クラスの天体だったと考えられている。ボイジャー2号が撮影したトリトンの表面は絶句するほど奇妙な世界だった。表面温度はマイナス235度。太陽系で最も極寒の地の一つだ。表面は窒素の氷で覆われ、まるでメロンの皮のような複雑な凹凸模様が広がっている。さらに驚くべきことに、この凍てつく世界で窒素の間欠泉、氷の火山が噴出しているのが目撃された。地下の窒素がかすかな太陽熱や内部熱で気化し、氷の表面を破って高さ 8km 以上まで塵とともに吹き上がっていたのだ。しかしこの異質な大衛星トリトンには悲しい未来が約束されている。逆光軌道をとる衛星は海王星との潮汐力、潮汐摩擦によって徐々に運動エネルギーを奪われ、公転軌道が少しずつ海王星へと近づいている。今から約14億年から36億年後、トリトンは海王星の重力破砕限界、ロシュ限界を超えて引き裂かれ粉々になる。その時破壊されたトリトンの破片は海王星の周りに散らばり、土星をはるかにしのぐ圧倒的に美しく巨大な光る輪を形成すると予言されている。第9章、人類の足跡と未来。ボイジャー2号の遺産と新たな挑戦。私たちが海王星について知っている情報の大部分はたった一度の探査機の到達によってもたらされた。1977年に打ち上げられた探査機ボイジャー2号だ。グランドトゥアーと呼ばれる奇跡的な惑星配置を利用し、木星、土星、天王星を突破したボイジャー2号は1989年8月25日、ついに海王星へと最接近した。海王星の北極上空わずか 4950km を通過したボイジャー2号は、あの美しい青い大気、大暗斑、超高速の風、薄い輪、そして
衛星トリトンの壮絶な姿を地球へと届けてくれた。ボイジャー2号が去って以降、現在に至るまで、海王星を直接訪れた探査機は一機も存在しない。ハッブル宇宙望遠鏡や最新のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による遠隔観測技術が飛躍的に進化しても、現地でしか得られないデータは山ほど残されている。現在、NASA や欧州宇宙機関では、2030年代から2040年代に向けた海王星オービター周回探査機構想が議論されている。海王星の周回軌道に入り、長期にわたって大気の変動、内部構造、そして将来砕け散る運命にある衛星トリトンの地下海の有無を調査する計画だ。もしトリトンの氷の層の下に液体の海が存在すれば、太陽系の最果てにおいても生命が存在し得るハビタブル領域の概念が根底から覆ることになる。第10章エピローグ。最果ての青が教えてくれること。太陽系の第8惑星海王星、それは単なる冷たく暗い死の星ではない。超音速の風が吹き荒れ、巨大な暗い嵐が生まれ、深層ではダイヤモンドの雨が降り注ぎ、捕獲された大衛星が不気味な間欠泉を吹き上げるダイナミックで活気に満ちた世界だ。私たちはまだ海王星のほんの入り口に立ったに過ぎない。地球という穏やかで恵まれた環境を遠く離れ、この青い巨人の異質さに触れるとき、私たちは宇宙の多様性と自然法則が織りなす圧倒的なスケールを思い知らされる。45億キロメートルの彼方で静かに、そして猛烈に輝き続ける青い宝石。人類が再びその地に翼を伸ばし、その深淵の扉を開く日はそう遠くない未来に訪れるはずだ。